通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、現在 X で白熱した議論が交わされております海賊版騒動からの話題になります。現在ですね、この騒動に関連して一人の日本人の漫画家が海外で大変話題になっているんですね。どうやら彼はですね、比較的ね、海賊版に一定の理解を示すという立場をとっておりまして、つまりこれが海外で称賛されているという流れです。でここに至るまでね、様々な経緯もあったようですので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、現在ですね、X で、海賊版の議論が大変白熱しておりますね。これいつから始まったんですか？この議論というのはね、もうずっと以前からありまして、このチャンネルでも散々扱ってきたんですが、結構前から、ここに来て再燃してるんですかね。で、そんな中ですね、現在ね、一人の日本の漫画家さんが、海外勢の間で大変称賛されておりまして、それがね、こちらの方なんですね。秋山支店さん。日本の漫画家さんなんですが、ここ見ていただくとわかりますが、これね、ホライゾンという漫画ね、これが現在売り出し中ということでしょうか。このポストが固定されています。で、こちらね、見ていただくとわかりますが、そのポストのほとんどがね、英語ということで、なんでしょう、一応ね、日本人の漫画家さんではあるんですが、その活路は現在ですね、海外に見出していると。こういうことなのかもしれませんね。そして現在ですね、この海賊版に対しても、英語でね、そのスタンスというのを表明している。こういった状態になっています。で、この秋山さんのご自身のキャリアに関するスタンスというのがよく現れた事件がありまして、それがね、こちら、海外でもね、記事になっているんですが、これですね。ここではね、何が起きたかと言いますと、こちらのね、ホライズン。この秋山さんですね、たくさんの海外のファンに見ていただきたいということで、ご自身でね、これを翻訳して、漫画デックスというユーザー投稿型のね、漫画共有サイトにアップロードします。じゃあこの漫画デックスどういったサイトなのと言いますと、要するにね、こういったサイトなんですよ。人気パイレーシーサイトで DMCA 削除により700以上の漫画が消去ということで、こちらですね、パイレーシーとあります。こちらが本日のキーワードになります。パイレーシー。でこちらね、以前もキーワードで取り上げているんですが、ちょっとね、改めて見ていきましょう。今回大変重要なワードですね。船を襲って略奪する行為ということで、こちらね、パイレーシーというのは海賊行為という意味になります。これがパイレートになると海賊。こちらのパイレーシーは海賊行為ですね。そしてこの下にね、まさにあるんですが、コンピュータープログラムや音楽、映画などを違法にコピーして販売する行為。ということで、これつまりね、いわゆる海賊版というものですよね。つまり略奪する行為から、これがね、海賊行為となっていて、これ日本語でもね、海賊版と言いますが、これを直訳したということですよね。ということで、こちらは、人気海賊版サイトで DMCA 削除により700以上の漫画が消去。インターネット最大級の海賊版プラットフォームの一つである漫画デックスが大規模な DMCA 削除要請を受けた。これによりサイト上で700以上の漫画タイトルの公開が影響を受けた。ということでですね、先ほどのね、秋山さんが自身の漫画をアップしたサイト。これはですね、海外の非常に大規模な海賊版サイトだったんですね。つまり、セルフ海賊版です。なので、他人の著作物をアップした人とは全く別物の話なんですが、作者自らがこのサイトを使って海外に翻訳版を無料で提供したんですね。なんですが、これね、秋山さんが本当自分でね、インディーとしてやってるんなら問題なかったんですよ。この作品にはですね、出版社がいたんですね。実際ここにね、出版社名書いてあります。少年画報社ということで、この秋山さん、出版社からですね、怒られることになります。それはダメだよと言われてしまったわけですね。しかし事態はうまく収まらなかった。作者の出版社はこの状況に全く満足しておらず、彼は漫画をオンラインで無料配信するのをやめさせられることになった。ということでね、これについてもね、この秋山さん英語で発信しているんですが、あの件に関する内容を削除するように強いられました。ね、だからこういうスタンスなんですね。出版社に削除を強制されたと。応援してくださった皆さんには心からお詫び申し上げます。私は日本の出版社で漫画を描いています。作品は自分のものです。それでも自分の創造物を自由に扱うことはできません。そして時にはこのアカウントでさえも海外の漫画ファンの数はこれ以上増えないかもしれません。それでも皆さんに出会えたことを嬉しく思っています。私はいつも目の前の漫画に全力を注いでいます。それ以外の問題は私にとって取るに足らないものです。それでは傑作を書きに行ってきますと。このように英語で発信するんですね。でもどうなんでしょう。出版社がいる以上ね、その翻訳権だとか出版権、
これを渡しているということなんじゃないかなと思いますが、どういう契約になってるんですかね。つまりこの秋山さんは自身のね、著作物、これ自分の作品だからということで、もうほんと独断でね、翻訳し、海賊版のサイトにアップしていたと。こういうことだったんですね。今回の件で秋山さんを責める気っていうのはないんですが、ここに関しては、出版社が入っちゃってるんだったら、話し合いをするべきだったんじゃないかなと思うんですよね。僕たもこれまでね、出版というのは携わっておりますが、すごく大手でね、このチャンネルをご覧になっている皆さんというか、日本人だったら誰でも知ってるような出版社なんですね。結構ね、こういったところというのは特に海外勢からは非常に悪く言われる傾向があるんですが、で、僕とはね、実際中の人とやり取りをして、一緒に本っていうのを出すでしょう。当然そこにはね、編集さんというのがついているんですけど、すごくね、血の通った仕事をしてくれましたよ。こちらの要望にはね、限りなく答えようとしてくれるし、ちゃんとプクタの色を残して、それが出せるように努力してくれるんですよね。だからもしかしたらね、プクタは編集さんにね、恵まれただけなのかもしれませんけど、なんかあったら僕は責任持ちますから、やりましょうって言ってくれるんですよ。これ本当ですよ。だからそれによりね、ちゃんと丸くならない、色の残った尖ったものになるので、それがね、とある漫画家さんの目につき、ちょっとしたね、漫画にもなったりしたんですよ。だから本当にね、その時は編集さんいい仕事してくれてまして、感謝しかないんですけどね。だから秋山さんもね、この漫画に、その出版社っていうのがついてるんであれば、ちゃんと筋を通せばよかったんじゃないかなと、この件についてはちょっと思ってしまいますね。だからもしかしてね、その業界の違いといいますか、ジャンルの違い、秋山さんの場合は漫画なんでね、ちょっとまた別のしがらみがあるのかもしれませんが、なんか随分ね、大胆なことをされたなぁというようには思いますね。でね、すごく若い漫画家さんのようで、こちらでね、これご自身のように歌も歌ったりしてね、こんな感じで、このように活動されてるんですね。で、その後ですね、こちらの秋山さん、海外にね、支援を呼びかけまして、作品があまりにも売れていなくて、安いコーヒーすらやっとの状態です。コーヒーで支援してもらえると嬉しいです。ということで、このコーヒーっていうのは投げ銭サイトですね。ここに支援してくださいと呼びかけました。するとですね、これがね、大変反響あったということで、こちらですね。海外のファンから90万円以上の支援を受け取りました。これを見てください。どれだけ人々が争ったり、分断されたりしても、みんなやっぱり漫画が大好きなんです。その気持ちはどこでも同じです。そしてそれは企業ではなく、個人のファンがそれぞれの愛と敬意によって証明してくれました。この金額は単行本で稼いだ額をはるかに上回っています。ということでですね、この投げ銭サイトでね、海外勢からかなりのお金が集まったということで、これはね、本の印税よりもはるかに高かったと、このように報告しました。そして現在ですね、こちらになりますが、秋山さんね、これを英語で発信しておりまして、著作権侵害は容認できません。同時に、あらゆる状況を一つの固定的な考えに当てはめられるとも思っていません。もし自分の作品が道端に落ちていたら、誰かが自由に読んで構わない。それは普遍的なルールではなく、単に自分の作品に対する自分の考えに過ぎません。もし制度が時代遅れなら、問題はその制度にあり、それに縛られている人々ではありませんということで、現在のですね、海賊版騒動、ここに言及しているのはもう明らかでしょうね。つまりは、海賊版にね、頼らないと漫画が見れないというシステムがあるのならば、問題はその制度にあるのであって、そこにいる人々ではないと、このような見解を示すんですね。で、この秋山さんという人物は、これまでもね、先ほどのような騒動もありました。そして日頃からね、そのクリエイターがね、恩恵を受けられないというこのシステム、ここに対してはね、やっぱり一つの思いがあるようで、盛んに発信されておりますので、その結果ね、こういった考えにたどり着きましたということなんでしょうね。ということで現在はですね、こちらね、引用見てもわかりますが、これがね、海賊版に一定の理解を示しているということで、称賛されているという状況なんですね。こういうタイプのクリエイターは大好き。人は他人から奪いたくて海賊版に走るわけじゃないんだ。他に手段がないからそうするんだ。前にも誰かが言っていたけど、文化はお金を払える人たちだけのものであるべきではない。この漫画家の発言がとても好きだ。西洋における漫画やアニメについて言えば、作品のファンベースは海賊版から生まれている。そうやって新しい作品を知り、将来的に公式で購入するようになるものだ。この男は海賊版は許されないと言っているけど、同時にそれを容認しているようにも見える。正直なところ彼の立場がはっきりしない。ただ単に海賊版利用者を批判しなかったから人々は彼にお金を払っているんだ。それこそがね、その渦中にいるアーティストの複雑な感情なのかなと捉えることもできるんじゃないかなと思います。だから少なくとも彼のね、これまでの行動を見れば、自身でね、海賊版サイトにアップしてるわけですから、どちらかというと肯定派ではあるのかもしれませんね。これが彼の考えと言ってるわけじゃないですよ。傍から見てるとそう見える。実際本当のところね、彼がどういうかはわかりませんが、そういう風に見えている。ただその一方でそれをね、クリエイターという立場から大っぴらに言ってしまうこともできない。ただ自分は生活もしなきゃいけないし、90万円くれてありがとうというのもね、お金は大切じゃないんだなんて言っておりますが、そういうのもね、本音ではあると思うし、複雑ですよね、ここは。そしてこちらの方ね、私は海賊版のクリップスタジオペイントから始めました。海賊版ソフトで依頼を受けて十分なお金を得てから、ようやく正規版を購入しました。
もし海賊版が存在しなかったら、クリップスタジオペイントを買うことも、そもそもアートのキャリアを始めることもできなかったでしょう。ということでね、そもそもこういったのを大っぴらに言ってしまうということが日本の皆さんにはね、理解しにくい状況なのかもしれません。現在ですね、この秋山さん、このようにですね、比較的ね、海賊版に対して理解を示すような立場、こういったものを見せたものですから、この海賊版擁護派の海外勢からね、称賛されていると、こういった状況になっています。はい、ということで本日はですね、現在 X で海賊版についての議論が激しく交わされておりまして、そんな中、一人の日本人漫画家が海外で大変注目されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、X でもね、こちら海賊版についてのストーリーが立っているんですが、ここね、なぜかフィフィさんがね、たくさん出てくるんですけど、これ何なんでしょうか。X 大丈夫ですか。で、この議論に関してはね、正直、これ本当にね、プクタの個人的な見解になりますが、決着つかないと思います。そもそもね、この件については、今始まったことじゃないんですね。おそらくね、このまま、平行線のまま、これが収束していき、そしてまた数年後にね、これ再燃するんでしょう。なので、どこかにね、着地点というか、そういうのがあるとは思わない方がいいかもしれないですね。もしかしたらあるかもしれないけど、いつかどこかで分かり合える日が来るのかもしれないけど、現状ではね、なかなか難しいのかなという感じですよね。先ほどの議論見ていただくと分かりますが、お金がないんだから仕方がないじゃん。そもそも見れるシステムを作らないのが悪いんだろう。ベースがこれなので、ちょっとね、日本人には分かりにくいですよね。確かに。で、これについてはね、このチャンネルでも以前、ガレージキットの件扱っておりまして、このね、業界内部の方に協力いただきながら動画作ってるんですね。ぜひご覧になってください。このね、海賊版擁護派の言っていること、ここのね、登場人物のあの女性と言ってること、全く同じです。もう根本的にね、考え方が違うわけですね。なので、こういった流れというのはね、今に始まったわけじゃありません。ずっと昔からあって、今回たまたまそれに火がつきましたというだけなので、ちょっとあまり熱くなりすぎないようにね、したらいいんじゃないかなと、個人的には思ってますよ。まるで考え方の違う人たちが実際に存在するんだというのを知る。そしてそういったトピックがあるということを知る。これが大切なんじゃないかなと思いますね。で、その一方でね、今回の秋山さんの言動については、様々なね、ご意見あると思うんですが、その漫画家さんがね、漫画を描けども全く手元にお金が入ってこない。こういう状況は良くないですよね。だから今回のね、秋山さんが示したように、もう出版社とかね、関係ない。自分で漫画を描いて、ネットに上げてね、寄付を呼びかける。これの方がはるかに儲かるじゃんとなれば、淘汰されていくのは出版社でしょ。だからこの出版社も出版社でね、その漫画家たちを飼い殺しにしないように、ちゃんとシステムを整備していくというのも大切なんでしょうね。ぜひこれにつきましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということでね、こちら、急遽ですね、追加で収録をしておりますが、実はですね、ブクタ X の方でね、秋山さんに少し質問をしておりまして、これにね、返信いただいていたんですよ。で、今回の内容ね、一方的になっちゃうとまずいので、最後にこちらご紹介したいと思います。まずね、ブクタ、このようなことを聞きました。すでに秋山さんは海外勢から事実上の海賊版肯定派と捉えられているようで、そのような切り抜きも海外で出回っているようですが、実際そのあたりはどうなんでしょう。一応建前は許されないとしつつも、現状仕方ないなのか、濁しておきたい等々、秋山さんのスタンスを伺えれば参考にしたいですと。このように聞いたところですね、こちらに返信いただきまして、ありがとうございます。情報が錯綜していて、間違った理解のまま、誹謗中傷を受けることが多くなってきていますが、それに関しては基本的にどうでもいいと、僕以外の作家にはやめてほしいの2つです。これは個人の感情的な発言であって、法律面では別の言い方ができます。と同様に、海賊版に関しても上記のように思っています。例えば、僕は自分の作品が道端に落ちていたら自由に読んでもらって構わないと思っています。しかしそれは作者に金銭的な利益をもたらしませんので、他の作家の作品の場合はやめてほしいです。ここまではあくまでも感情的な話です。そしてもう一つ、自分の SNS の運用の軸として、自身の像を誤解されたままにしておくというのもあります。それは悪いようにはならないだろうという人間全体への信頼でもありますし、関わることへのコストを考慮した打算的な戦略でもあります。雑な総括ですが、基本的にはどうでもいいということが結論です。作品を売るのは出版社の仕事で、僕の仕事は目の前の原稿に絵を描くことだけです。その他の現状の論争に対する自分の見解や、既存のシステムに対する怒り、自身の作品の利用に関しての許容範囲に関しては発言を控えさせていただきます。特定個人や企業への攻撃になってしまうので。ということで、ちょっとまずね、最初に、今回のね、この秋山さん、先ほどね、見ていただきました通り、今回のこのね、著作権に対しての考え、この投稿によりですね、海賊版擁護派の海外勢から、ちょっとね、仲間のような、君やっぱりこれ分かってくれるんだね、というような形で、
今ね、結構言われてるんですよ。これに伴い、誹謗中傷が増えてきてしまったということなんでしょうね。なので皆さん、秋山さんにとずったりするのはね、ほんとやめましょうね。で、実際ね、ここでも言われている通り、もう正直ね、どうでもいいと。こういったスタンスがあるということなので、ある程度達観されてね、いろいろな経験を経て、この考えに至ってると思うので、本当誹謗中傷とかはやめましょうね。それと同時にね、この考えというのはあくまでも自分個人の考えなので、他の作家さんには当てはめないでね、このようなことを言ってるんですね。で、その一方でね、やっぱり既存のシステムに対する怒りと、こういった文言もありますので、やっぱりね、先ほどもありましたが、企業に対してのね、思いというのは、ただならぬものがありそうですね。で、そこに関しては、発言は控えさせてくださいということのようです。で、秋山さんのことね、今回の件で初めて知ったという方もね、多いんじゃないかなと思います。概要欄にね、すべてリンク貼っておりますので、ホライズンなどを読んでみたいという方いらっしゃったら、ぜひチェックしてみてください。